単焦点レンズとズームレンズ Z50mmF1.2 と Z24-120mmF4。 はい、皆さんこんにちは。長チャンネルです。夜間撮影用にタムロンの 35-150mmF2.8 を買いたいなと思っているのですが、Z50mmF1.2 よりも大きくて重いレンズが扱えるのか不安になりました。だったら 50mmF1.2 を DX クロップして 50mm と 100mm で使ったらいいんじゃない？あるいは ZF で ISO を高めにして F4 ズームレンズでもいけるんじゃない？ということで、この2本のレンズの基本性能を徹底検証してみようと思います。それでは、Let's get started! 長チャンネル AF スピード 50mm で電車を撮ることは少ないと思います。ここは DX クロップして 100mm で撮ります。F1.2 だとピントが薄すぎると思うので F2.8 に絞って撮影します。ニッコール Z50mmF1.2S を DX クロップし、絞り F2.8 で近づいてくる電車を高速連写。12コマのうち12コマすべてがピントバッチリです。ニッコール Z50mmF1.2S を DX クロップし、絞り F2.8 で遠ざかっていく電車を高速連写。12コマのうち12コマすべてがピントバッチリです。F2.8 で完璧だったので F1.2 に挑戦します。ニッコール Z50mmF1.2S を DX クロップし、絞り F1.2 で近づいてくる電車を高速連写。12コマのうち12コマすべてがピントバッチリです。ニッコール Z50mmF1.2S を DX クロップし、絞り F1.2 で遠ざかっていく電車を高速連写。12コマのうち12コマすべてがピントバッチリです。F1.2 でも電車の正面にバッチリピントが合いました。50mmF1.2 の AF がこんなに俊敏だとは思いませんでした。ズームレンズを 100mm に設定して撮ります。ニッコール Z24-120mmF4S を絞り F4 で近づいてくる電車を高速連写。12コマのうち12コマすべてがピントバッチリです。ニッコール Z24-120mmF4S を絞り F4 で遠ざかっていく電車を高速連写。12コマのうち12コマすべてがピントバッチリです。ズームレンズも実力発揮です。AF の食いつきが悪いなと感じて後で分かったんですけど、被写体検出をオフにしていました。それでも全コマピントが来ているのはさすが S ラインです。周辺の画質 50mm で絞り開放 F1.2 だとコサイン誤差が出て周辺の解像感が落ちるかもしれないので、少し絞って F2.8 で撮影。周辺の画質は十分改造しています。50mm で
絞り開放 F1.2 に挑戦。周辺までよく改造しています。24-120ズームを 50mm に設定し、開放 F4 で撮影。開放ですが F4 まで絞っているので、周辺の画像はかなりくっきり改造しています。S ラインなので、どちらのレンズも開放から画質は良好です。フォーカスブリージング。50mmF1.2 は動画向きではないよなと思いつつ、絞り F2.8 で動画撮影。フォーカスブリージングはありません。動画にまで対応しているんだとびっくり。24-120mm ズームで絞り F4 で動画撮影。気になるほどではないけれどブリージングがありますね。ズームならキットレンズの 24-70F4 の方が動画撮影に向いていると思います。それにしても 50mmF1.2 のポテンシャルは高いです。玉ボケ。玉ボケは F1.2 の方がいいはずだけど、大口径単焦点だと周辺部がレモン型になるので、まずは F2.8 で撮ってみました。おや、F2.8 でも結構カクカクしていますね。F1.8 にしてみます。F1.8 でもすでにカクカクしています。F1.4 にしてみます。点光源に近すぎるのでしょうか。F1.4 でもカクつきが見られます。F1.2 にしてみます。中心は綺麗な玉ボケですが、周辺部はレモン型ですね。24-120mm と比べるため、あえて F4 にしてみます。当然カクカクです。24-120ズームを 50mm にして開放 F4 で撮りました。なんとこっちの方が断然綺麗です。並べてみます。単焦点よりズームの方が綺麗だとは、テストの仕方が悪いのでしょうか。長チャンネル。日中の撮影。本当は夜間の暗い撮影や実際のイルミネーションの撮影で検証するべきですが、時間が確保できなかったので、今回は河津桜を自由に撮ってみました。F4 でも望遠側を使うと柔らかくボケてくれます。背景の色の配分に重点を置きましたが、少しだけ背景がうるさいかもしれません。背景を青空にするとすっきりした写りになりました。
F1.8 だととろけるようなボケ味になります。目白が来たので連写してトリミングしました。F2.2 でピントの合う部分を選んで撮りました。今回撮影してみて、ズームレンズがあれば様々な場面に対応できますが、単焦点の 50mmF1.2 は絞りの自由度が高く、ボケを細かくコントロールできるし、DX クロップで 100mm として活用の幅を広げることもできます。50mmF1.2 をもっと積極的に活用してみようかなと思いました。次回の動画までぜひチャンネル登録をしてお待ちください。ご視聴ありがとうございました。